皆さん、おはようございます。旅の16日目。現在、ベトナム北中部のフエにいます。昨日は夜遅くに宿を見つけて、そのまますぐに眠りにつきました。旅を始めて半月が経ち、髪の毛も少し伸びてきたので、近くのお店で髪を切ってもらいました。今日は朝から雨が降り続いているため、無理に旅をせず、この町でゆっくりと休憩することにしました。今日は本当に寒い一日です。いつもよりしっかり防寒していますが、それでも鳥肌が立つほどの寒さです。ネットで調べたところ、気温は23度と表示されていますが、体感温度はそれよりもずっと低く感じられます。地元の人に話を聞いてみたところ、今日は特別寒いそうです。コーヒーやミロで体の芯から温めていきます。旅の道具の中には、キャンプ用品に加えて絵の具セットも持ってきています。昨日見たあの不思議な空の光景がどうしても心に残っていて、絵を描いて思い出として残そうと思います。街を散策していると、伝統的な市場を見つけたので立ち寄ってみました。発酵調味料や漬物が多く並んでいて、特に上ではマムネムをよく使うので、市場でよく見かけます。地元の人は見慣れているので気にしないかもしれませんが、私はよく人の絵を描くことがあり、顔の特徴に注目することが多いです。上に住んでいる人の顔には特徴があります。例えば眉毛、鼻、顔の形や角度が他の地方とは異なります。もちろん声や発音も上特有のものがありますね。牛肉のお粥を食べてみようと思います。ベトナムの各地でお粥屋さんをよく見かけますが、牛肉のお粥はフエが特産だと聞きました。ムンボウフエの牛肉が入っていて、フエの特産ですね。寒い天気の中でお粥を食べるのは最高です。お粥の見た目は一般的ですが、味はしっかりと出汁が取れていて美味しいです。米、緑豆、そして牛の尻尾を一緒に煮込んでいます。お粥だけではお腹が満たされないので、宿の近くのお店でもう少し食事をします。今回はブンマムネムを食べてみます。この茶色いタレがマムネムです。フエのマムネムやマムルックは有名で、よく知られています。麺の上に乗っているお肉は豚の耳です。この料理はシンプルですが、混ぜた後の味がとても美味しいです。タレと麺の組み合わせが絶妙で、甘くて癖になります。サイゴンではスープたっぷりのブンマムはよく見かけますが、スープなしのブンマムネムは全く見かけないので、たくさん食べたくなりますね。さらにネムルイという肉団子も注文しました。これもフエの特産とされています。豚肉を竹串に巻きつけ、レモングラスやニンニク、魚醤などで味付けされています。ライスペーパーや野菜と一緒に巻いてタレにつけて食べます。炭火で焼くことで肉に良い香りが染みつき、噛んだ時にその香りが広がります。
レプという料理も奥の方にある別の店で見つけたので食べてみます。これもフエ特産でお土産としてよく売られています。お土産用のものはせんべいのようにパリパリしていますが、お店で提供されるものは少し柔らかく、見た目がパインセオに似ていますね。この料理の特徴はプレス機で薄くすることです。またパインセオのように野菜やライスペーパーで巻くのではなく、生地の中に生野菜を入れて巻いて食べるのが特徴です。フエならではの名物料理がたくさんあってとても興味深いです。夕方になりましたが、まだ雨が降っているので、道を散歩しながら面白いものを探してみます。すると、干物を焼くお店を見つけたので、何が売っているのか聞いてみました。ここではイカとカワハギという魚の干物を買い、その場で焼いてもらいました。お店の人は使っていない鍋を炭火焼きの道具として活用していて、それはいいアイデアですね。皆さんも使わなくなった鍋があったら、このように炭火焼きに使うのも面白いかもしれません。値段も安くてとても美味しかったです。話を聞くと、もうすぐ台風が来るそうで、天気が冷えていて、山岳地帯のナラットのような気候です。ただただ肌寒いです。天気予報を見ると、明日も雨が降るそうで、船でのんびり過ごしましょう。道を歩いていると大きなレストランを見つけました。明日も休憩する予定なので、今日はたくさん飲んじゃおうと思います。この店はレストランというよりベトナム風の賑やかなバーに近いですね。値段も普通以外で高くはありませんでした。ベトナムでは地域ごとに人気のあるビールの種類が異なります。ここベトナム中部地方ではフーダというビールが有名で、フエ発祥の銘柄です。一方、南部のサイゴンではバーバーバーやタイガーがよく飲まれています。このように地域によって飲まれているビールが異なるのはベトナムの面白い点の一つです。お店のスタッフからおすすめされた料理を注文しました。豚バラ肉やアヒルのロースト、チャーハン、生サラダです。美味しそうですね。どことなくインド料理に似ている気がしますが、気のせいでしょうか。フエの歩行者天国に行きます。ベトナム語では歩行者のための街という意味ですが、実際には車両も多く通るので、夜まで空いている場所という意味が近いですね。マッサージ屋さんやホテルをたくさん見かけます。雨が降っているせいか、あまり人がいなくて閑散としていますね。カメラのメモリの容量がパンパンになったので、メモリーカードを買いました。メモリーカードを購入する際には、読み込みスピードや種類を事前に確認し、
店員さんにもアドバイスをもらって購入しましたが、結果的にはそれは偽物でした。GoPro で使うとメモリーカードのスピードが足りず、パソコンでも撮った動画を読み込むことができず、全く使い物になりませんでした。値段もそれなりに高かったので、メモリーカードは正規の電化製品屋さんで購入した方がいいですね。たくさん歩いてホームステイに戻りました。今日はフエのローカルフードを楽しむことができて、とても充実した一日でした。それではまた明日。次の日になりました。今日もフエに滞在するので、2日間まとめてお届けします。今日は外に出ると、オーナーさんが何かをお供えしていました。ベトナムではお供えの文化が地方によって大きく異なるため、このお供えがどの神様へのものなのか私には分かりませんでした。機会があれば調べてみようと思います。朝ごはんにバインミーフエを食べました。バインミーに似ていますが、細長い形をしたスティック状のパンで、中身には主に練乳が入っています。甘くて美味しくて、おやつ感覚で楽しむことができます。昼間に買いに行った時にはもう売り切れていました。どうやら午前中だけの販売のようです。昨日の絵の続きを描いていきます。朝ごはんを食べた後、仕上げに取り掛かりました。完成した絵がこちらです。我ながらなかなかいい感じに仕上がったと思います。最後にコーティングをして仕上げました。旅の途中で描いた、まだ記憶が鮮やかな素敵な思い出となる作品になりました。Đi phô má hả? Đi phô má? Đi phô má là cái gì ta? Đi phô má? À, phô mai hả? 買い出しに行きましょう。Có bột Milo. Bột Milo không có, chỉ có sữa Milo. À, có bột Milo. À, lấy bột Milo 4 cái. Cà phê phố. Cà phê phố, cà phê sữa nha. Có ngoài này bà gái mưa lượng một phun thôi. Thì Con... ngày mai là nắng. Ngày mai nắng. Có hiểu. Có hiểu. Con biết không, ở Sài Gòn nhưng mà Huế vô Sài Gòn nhiều. お昼ご飯はバインセオにします。中部地方のバインセオは厚めでザクザクとした食感の生地で、小ぶりなサイズが特徴です。バインセオは地域によって大きさや具材が異なるので面白いです。観光ガイドでもよく紹介されているドンパ市場をぐるりと一周してみました。ここが有名な理由は、市場がとても大きいことや王宮の近くにあることだと思います。フエは
かつてのベトナムの首都で、1802年から1945年までの約140年間、グエン王朝の都として栄えた場所です。この王朝はベトナム最後の王朝で、王宮は現在世界遺産にも登録されており、歴史的にも建築的にも非常に価値のある場所です。王宮の東側にはドンパ門がありました。王宮時代から残っているもので、正東門と書かれていました。文字が消えかかっていたので、最初は上東門だと思っていました。ちなみに昔のベトナムでは漢字が使われていました。現在では漢字は使われていませんが、漢字を元にした単語が今も数多く残っています。約4000年前のベトナム語はこんな感じでした。今のベトナム人にはほとんど読めないものですが、これは昔のベトナムにもきちんとした言語が存在していたことを示す貴重な証拠です。宿のオーナーさんにフン川をおすすめされたので行ってみました。フン川のフンは香りという意味です。そのため英語ではパフュームリバーと表記されることがあります。フン川はフエにある大きな川で、全長は約 80km。川の流れはとても穏やかで、ゆったりとした雰囲気が特徴です。川には竜の形をした船がたくさん並んでいて、とても印象的でした。魚釣りに挑戦することにしました。道具をセットし、餌をつけてみました。しかし、やってみて気づきました。私は魚釣りに向いていないタイプのようです。じゃあĐau không? 魚釣りって本当に難しいですね。むしろ魚を育てる方が簡単だなと思いました。何度も挑戦してみましたが、結局一匹も釣れませんでした。餌が別のものに引っかかってしまうこともあり、失敗ばかり。今回も釣れなかったので、またいつかリベンジしたいと思います。Cá chắc cười xe đưa quá. Ô bắt cá. Câu cá. Ra đây câu cá về. どんどんフエを提供しているお店を見つけたので食べてみることにしました。ベトナム人に好きな料理を聞くと、ムンボーフエと答える人も多くて、とても有名な料理です。料理が来るまでの間、うずら卵やネムチュアという生の豚肉を発酵させたソーセージをつまみます。ネムチュアは癖になる味で、小腹が空いた時によく食べます。ブンボーとワイン缶も食べていきます。正直なところ、味は思ったより普通でした。食べ終わったらまた街をブラブラしながら歩いてみます。Ruby hả? Đúng không? 昨日は雨だったため、街は静かで人が少なかったのですが、今日は歩行者天国にかなりの人が集まっていますね。
này tivi hay máy chiếu. tivi á. Công âm phủ. Công âm phủ là cái gì vậy? Ông thủ là Jigoku. 面白いものを発見しました。地獄飯という看板が出ているお店がありました。それだけでなく、隣には天国と書かれたホテルもあって、よく見るとお店のすぐ横には亡くなった方にお供えするものも置いてありますね。皆さんはどう思いますか？Mua một chai cà muối đi. Chèo một lọc hay quay à? Chèo cái hay quay à con. 次にチェーのお店を見つけました。チェーはベトナムの伝統的なスイーツです。このお店にはなんと豚ローストのチェーがありました。スイーツと豚ローストを一緒に食べるのは少し想像しにくいですが、珍しいメニューで面白いですね。初めて見かけました。そのお店の人から運河の夜は楽しいと教えてもらったので、今から行ってみることにします。夜の川は本当に綺麗ですね。昼間にバイクで走ったジャンティエン橋は夜になるとライトアップされ、水面にその光が反射してとてもテンションが上がります。ちなみにこの橋を渡ると王宮がある場所にたどり着きます。レストランがあります。メニューを見てみたのですが、少し高めで予算オーバーだったので、これはまた次回にしましょう。昼間に見かけた竜の形をした船は夜に乗ることができます。地元の人に聞いたところ、船の上ではフエの伝統的な民謡が楽しめるそうです。ただし、ある程度人数が集まらないと出発しないのと、船内が少し賑やかすぎる点や、フエでよく見られる勧誘の方法が苦手なので、今回はのんびり歩いて観光することにします。Cháu hả? Nhiêu tiền bịch vậy? Bia 7.000 con. 7.000 nè. Ai bia em hả? Ừ. Ok chị được. Cô uống hút mà. Ủa? Vô trong uống mà. Dạ. ヨーグルトが売られていたので、一つ買ってみました。気軽に食べられて美味しいですね。上には2カ所の歩行者天国があり、今日はウェンディン級の歩行者天国に来ました。個人的にはこちらのエリアの方が好きです。Ủa thấy hả? Ủa tôi tưởng là không có thấy. これは東方絵画と呼ばれ、自然の素材を使った伝統的な作品です。現在、東方絵画を作る職人は減少傾向にあり、残っている職人も高齢化が進んでいると言われています。そのため、ベトナムの無形文化遺産にも登録されています。Mấy cái lỗ nè, mấy cái lỗ thì đổ màu vô được mà. Đổ màu mấy cái lỗ xong rồi ở trên sức màu đen luôn. Chồng đối
これは村米絵画です。漆を使った絵画で、天然の漆や色彩を Cái này 何層にも重ねて作られます。装飾には金、銀、貝殻などが使われ、とても独特な作品です。一つ一つ手作りなので、値段も安くはありません。これはお酒を作る道具ですね。三角帽子を作っている様子です。ノンラーといえば竹製の茶色の帽子が有名ですが、上ではハスの葉を作って作られた緑色のノンラーが伝統的に作られています。その色鮮やかさがとても綺麗で、特に青材ととてもよく似合います。Nhưng mày giúp Có bây giờ cao thủ đang tham gia vào lối chơi cái trường sư đấy à? Cái chữ gì vậy? Ồ, sinh nhật ở đây làm luôn phải không? Ở đây cho nó chill đó. Đây, ngon rồi. 日本で働く。Người Việt tiếng Pháp nè. Cái này giống Neko á.小腹が空いたので、近くの露店で食事をすることにしました。今回は鶏肉のサラダを食べてみます。レストランと同じぐらいの値段だったので、少し高めの設定でしたね。でもお店の人と楽しくお話できました。宿に戻りました。今日は釣りを楽しんだり、夜の川沿いを散策したりして楽しい一日でした。明日も良いことがありますように。皆さんおやすみなさい。メトライフキャンパスからお知らせです。ホーチミン市内でお困りごとはございませんか？ぜひメールにてご連絡ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。